はい、こんにちは。山下夏美です。4月26日土曜日。この日はね、平塚ではなく、江ノ島の橋の下ですね。で、スキンボードを楽しんできました。少しね、難しい波だったんですけど、朝一潮が高かった時間でちょっとフェイスが残ってたんで、この時間はね、ちょっとフェイス狙ってやっていった感じです。普段ね、やらないポイントでね、やっていた感じだったので、まずは、しっかりこの、ブレイクがどれぐらい速いのかとか、波の厚さを確認しながら、ターンを当て込む練習といった感じで練習していってます。フロントサイドで、あとはこっちの端の方向に割れるバックサイドを両方狙いながらね、いろんなピークを試しながら練習していってます。左側のね、フロントの方向行けば行くほどちょっとブレイクは速かったので、この根元側ですね、できるだけ。ブレイクの根元側を狙って、バックサイドとかフロントを狙う方が良かったのかなと思います。で、こういう風に、ちょっと外開きなやつをうまく合わせて乗れたらいいかなって感じです。いろんなピークと、ラインを変えながら練習していってる感じです。しっかり、左右、スイッチ、その辺もね、含めながらしっかり練習していってるんです。こんな感じで流しいいんだけどね、これ、向き的には。ブレイク早すぎて。あとは逆側からね、このバック押し的な感じで向かってきちゃうから。それが厄介です。まあ普段やらない波のクオリティというか、波質で、ちょっと面白い感じの練習ができてます。これもいいね。フロントをしっかりワンアクション入れて、綺麗なターン。こんな感じで、ちょっとペライながらにも合わせられる場所にはしっかり合わせながら、うまく、板合わせて、ロングライドできたらいいかなって感じです。波によってはトリックとか、ちょっとレールワークを気にしたターンとかを使い分けながらやっていく感じです。まあかなり普段やらないビーチということで面白い練習ができてる感じです。合わせ方とか。普段の平塚とかでやってる波とは違う合わせ方を求められてる。合わせる位置とか、スプレー上げる位置とかですね。韓国からの友達の BL とかもね、この日は鎌倉の方に来てたので一緒にこの江ノ島の下のところで練習していってます。3ショーウィットっていうターンからちょっと雫ついてたの分かりづらかった。こんな感じであとはリッピングでスピナーしたりとかいろいろ試しながらやっていってる。前足をとにかくリラックス、力を入れない。確かに。で、軽く浮かしてあげる。上に上げると海の上だと自然と。この辺はね、ギャップ越えのコツとかもちょっといろいろ喋りながら一緒にちょっとスキムやってる感じなんですけど、だんだん潮が引いてきたんでね、いろんな合わせ方をやっていってる感じですよね。これはスイッチやったりとか、あとはトリックですね。こんな感じで今のは YT やですね。そういうのも合わせながら練習していってます。波に応じてちょっとトリックとかね、ターンの種類というよりはターンのする位置とかで変えながらやっていってます。こういう風にターンしながら加速できるときは今みたいにビッグスピンかけたりとか、そういうのを混ぜつつって感じです。こういう波はね、ちょっとターンしながらの加速っていうのがすごい難しいんで、普通にね、まずはちゃんとレールワーク使ったターンができればいいかなといった感じです。で、余裕があったらトリックまでいけたら十分って感じです。基本はこのトリックを最後コンプリートするのを狙いでやっていっている感じです。
この辺はちょっと適度にピークを変えながら練習していってます。いいね、このフロントサイド。結構綺麗に合わせられてるから。ね、こういうちょっと、コナミでもしっかりレールが入ってね、横に走れるラインを見つけるっていうのがすごい重要です。だからこれとかもそうですね。ややスピードラン的な感じで、フロントサイド回して。で、こういう風に少しリップが残ってるところであれば、ちょっとスプレー出せたらいいかなって感じです。この辺はまたピークを返す。ちょっとこの横から出る波。まあ、サイド押しっていうにはちょっとペラすぎるけど、そのラインを狙いつつって感じでやってます、これは。あとはね、この橋下のピークちょっと狙ってみたりとか、サイド押し合わせるにはペラかったから、それの根元を狙う感じのリップを狙ったりとかもしていってます。フロントサイドで。いいですね。綺麗にターンして。これとかもいいですね。最後ワントリック。フロントのビッグスピンまでいくかもしれないです。これはちょっとね、スープ気味になっちゃったですね。パワーがもらいきれない。はいね、これはもう一回、橋の右側戻ったりとか、この辺は橋下もう一回行ったりとか、ちょっと適度にピークを動きながらやってます。ちょっとエアーもチャレンジしてみたりとか、ちょっとエアーするにはピークの引っかかりが悪いな。こういうのはどっちかっていうとやっぱり普通にターン狙っていった方がいいかな。ですね、こういう風な感じで。普通にターンを狙っていく方が賢い選択です。テイクオフして、いや、スープの先端。いいね。これ綺麗に合わせて。テイクオフから、ちょっと合わせようとしたけど、これノース入っちゃいましたね。この、入り組んでるから波が。この合わせ方すごい難しかったですね。ちょっと、掴みきれなかった感じですね。コツとしては。もうちょい。いろいろちょっと試してみたいところではあったかなって感じです。入り組んでる波とかはね、結構合わせるのが難しいから、経験とか技量がないとちょっとね、読み切れないんじゃないかなと思います。さあ、こんな感じで、ある程度ね、ここで、江ノ島の橋下で練習していって、でね、さすがにちょっと、潮がね、大潮っていうこともあって、引きすぎてしまった時間だったので、ここからちょっと、ピークというか、ポイントを移動していきます。いつも通りの鎌倉ですね。鎌倉について、場所は小揺木ですね。ここでやってきました。こっちの方がね、まだスープがね、ちょっと残ってたんで、少し練習できたかなって感じでした。決していいとは言える条件ではなかったけど、うまくターンを確認しながらとかトリック確認しながらっていうのをね、最後軽くこの小揺木で試して、この日はね、練習終わっていった感じですよ。スープで当てて加速してこの前に出る。こういう感じでね。こういうのを振り返りながらちょっとやっていく感じですね。今回初めて入った江ノ島の下で入りましたけど、いい練習できたかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。